身長169センチ、あと1センチ欲しかった大学生、坂尻春樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今は旅してる大学生です。休学中です。お願いします。今は大学4の代です。4の代で休学して、はい、世界一周。そうですね、世界一周してます。世界一周。ちっちゃい頃はもうずっとなんだろう、結構クラスの中心、目立つ、うるさい、元気な子って感じでした。お母さんは、うちのお母さんはやばいです。やばいです。どうやばいですか？なんだろう、エネルギーがすごい有り余ってて、はい、僕もう今年22歳になって、誕生日の時なんか誕生日パーティーをお母さんが一人で開いちゃうような、知ってもうすごいなんか、僕22歳ですよ。もうお母さんが変なバースデーみたいなグラサンつけてたすきを俺に巻いてハッピーバースデーって一人でお母さんが歌い始めるみたいなのとか、あとやっぱなんだろうな、お弁当とかも結構なんだろう、間違えて冷蔵庫に保管していく用のを間違えて自分に持たしちゃって、その開けたら豆しか入ってないみたいな結構やっぱクレイジーなお母さんそんなお母さんどう思いますか？好きとか。なんか母親にはかなわないなって思いますね。僕結構なんだろう、自分のペースにすることがあるんですよ。人と話しててなんとなくあんまり無理はしすぎないようになんですけど、母親といる時は母親のペースです。なんか僕はあんま大きい思い出はないんですよ。家族で旅行とかはあんまり行ってる家系ではなかったんで、だけど基本的にでもいつも味方でしたね。絶対に味方でしたし、僕が結構やらかした時も味方だったなって思いますね。ずっと。だしなんか僕が学校行きたくない時とかもう、動物園行ってたんですけどまあそれも別に OK だったしお父さんもお母さんみたいな感じの人？お父さんはぶっちゃけあんま仲良くないんですよ。よく喧嘩するんですけど、面白いです。正直面白い。ずるいんですよ。やっぱいるだけで面白いタイプの人間、マスコットみたいな人なんですよ。でなんか面白いですよ、うちの父親は。なんだろうな、例えば歩いてるだけでやっぱすごい太ってるんでズボンすぐ破けるんですよ。なんか単純だけど面白いじゃないですか、ね、ズボン破けるとか。だしなんだろう、その健康診断の朝からお酒飲むんですよ、うちの父親。朝から休日は夜死ぬほど飲むんですけど、その健康診断前はお酒飲まないんですよ。健康診断前だからで終わったらすぐめっちゃ飲むんですよ。何がしたいかわからないし、あとよく母親に料理なんか炭水化物多いとか米が多いとか言ってるんですよ。で自分で夜ラーメン作って食べてるんですよ。なんかツッコミどころが多い面白いっすよ、うちの父親は。なんか母親からは、エネルギーというか勢い。母親は根からのエンターテイナーで人を楽しませたいって気持ちが強いんですよ、すごい。父親もなんですけど母親は特に強くて、それは少し受け継いでんのかなって思いますね。で父親は、考え方とかに似てます、正直。考え方。どういう考え方が似てると思います？結構意外と先のことまで考えてるってことですね。そうです。先のことも今も大切にしてるんですけど、部活はずっと9年間駅伝部、ずっと走ってました。でやっぱ駅伝はすごい熱中してて、とにかく足速くなりたい。足速くなりたくて、
それこそ自主練もめっちゃしてましたし、すごい覚えてるのがあって、中学生の時に一度選手選考から落ちちゃったことがあって、それすごい大きい大切な大会で、それが本当に悔しくて、その大会の普通だったらやっぱレギュラーって1週間前には多分発表されるじゃないですか。だけど大会の前日にてかもう僕はもう正直その当時走れるって思ってたんですよ。もう選手確定って思ってて、タイムとか的にだったんですけど、それで僕は当時少し足に疲労が溜まってたんですよ。なんでちょっと練習で力を出しすぎないようにしたんですよ。疲労を回復させたくて、大会に万全に挑みたくて。そしたら顧問の先生からは調子が悪いって多分思われてたんですよね。でまあそれもあって、しかもまあ正直そんな大差なかったんですよ、他の人たちと。でまあその前日にこの3人の中で一番その今からやる 1000m のタイムトライアルで一番速かった1人だけが明日出れるって言われたんですよ。でもう 1000m のうち 970m ぐらいずっと1位だったんですよ。でラストのラストで抜かされちゃって、もうそれがもう今でも覚えてるぐらい悔しくて、もうその時は帰り道も泣いちゃったし、なんだろう、周りにもすごいなんかいかにもな不機嫌オーラを多分っていうかもう出してたし、それこそなんであいつがってめっちゃ思ってたし、その負けた子に対しては思わなくても他の決まった人たちになんであいつ確定なんみたいな、とかはあったり、それはやっぱすごい悔しくて、でそれの思い出からもう二度と手を抜かないって決めたって感じです。後悔したくないからっていうのがありますね。そうですね、部活部活も頑張って、その時は生徒会長もやってたんで、生徒会もやって、であとはまあ勉強も人並みにはやってたんで、2つあるんですよ。1つはやっぱこれも駅伝部で、駅伝部の合宿の時に、合宿じゃないな、大会前日、大会が遠いところだったんで遠征で、やっぱ前日お泊まり宿泊じゃないですか。でなんだろう、まあ前日みんなテンション高くなってて、それでなんかやっぱ暴れるじゃないですか。でなんかそれこそもう誰のか分かんないパンツとかゴミ箱に入れてなんかめっちゃ振って、今考えたらよく分かんないですよけどめっちゃ楽しかったんですよ、それが。あともう一個楽しかったのは、まあお付き合いしてた彼女で、まあその高校の時付き合った彼女、半年付き合った彼女がいて、半年付き合って一回も手つなぐこともできなかったんですよね。なんかあれはあれでいい声だったなってすごい、なんか本当に手つなぎたかったんですよ、ずっと。だけど緊張しちゃって手つなげなくて、一緒に学校行ったりたまに塾一緒に帰ったり、つなげなかったつなげなかったですね。それはやっぱ高校の時じゃないとあれは体験できないのかな。その方はヒッチハイクで出会った方なんですけど、人生初のヒッチハイクで出会った方で、その方はまあ高卒で年収1億超えてたんですよ。で高卒で年収1億って思って、職業聞いたら仙台の風俗王。仙台の風俗王の方と僕すごい仲良くなって、仙台で風俗店を6店舗オーナーしてる方で、だからそういうなんだろう、その人の話聞いてるとなんか風俗ってだけ聞くとちょっとってなっちゃうんですけど、すごい考えた上で風俗って仕事も必要なんだってことも僕はすごい分かったんですよ、その人と話して。でその人との出会いがあって、当時の僕はなんだろう、大学で僕教育学部で教員採用、教育では結構有名な大学で、それがゆえにそこでなんだろう、成績が本当運よく首席で、ちょっと天狗というか、まあ教育学は分かった気になってたんですよね。
だけど例えば僕だったら風俗とか聞いたら教育者として批判しちゃうんですよね。よくないよそれはみたいな。そんなことやめなさいって生徒に多分ほとんどの人が言うと思う。だけどそこで稼がざるを得ない子がいるんだなっていう。借金取りが毎日家に来るとか、あとはもう弟の学費稼がないといけない。でそれを教育者が否定してしまったら、なんかその子はお金を稼ぐために必死に頑張って必死に生きてるのに、それ否定したらだってもう死ねって言ってるようなもんじゃん。変な言い方、極端な言い方ねえ、根本じゃないじゃん。風俗ってものを否定するんじゃなくて、その子の根本の問題に立ち向かわないとって思ったし、その風俗ってだけで否定するのも違うと思うし、実際にそれがあることによって性犯罪が減るとかそういうものもあるわけだし、俺の頭の中の世界で勝手に俺のフィルターで世界を見てその子を勝手に除外してる。じゃあ俺はまだ甘いなって思って、だからもっといろんな世界を見る必要があるなって、もっといろんな人と関わる必要があるってすごい感じた瞬間だし、その人はなんだろう、もうねすごいお金を稼いでるけど今でも月10冊本を読んでるような方で、なんか自分の勉強不足をすごい感じた。そんな忙しい方が1日月10冊本読んでる、俺何やってんのみたいな、どれだけ学がないんだろうってすごい絶望して、で自分が思ってることを伝えたりして、やっぱすごいフィードバックを返してくれる。毎回そうだなって納得する、僕自身が。だからその人との出会いは本当に大きかったし、なんだろう、一生涯のなんだろう、ある意味メンターって思ってるというか、人生の、とにかくいろんなことをやりたくて、なんだろう、それはもうその人だけじゃない、いろんなことをやろうっていう刺激の一つだけど、面白いことしたらいろんなことやりたいって気持ちで、ヒッチハイカーも100台以上したし、山手線徒歩一周、隣の駅まで一緒に歩きませんかって書いて、ね、そんなことやってる人いないじゃん。それで段ボールに書いてこうやって持って一周歩いて、ストーリーとか上げたら友達も7人ぐらい来たし、だって全然告知あんましてなかったね。だし、その本当にその場で仲良くなって、6、7人仲良くなって歩いたりとかで、なんかでもそれも俺アホで終電逃して着いた時出発遅くて、だから反対回りにもう一周とかそうしたりとか、まあなんだろう、これは人とじゃないけど、ちょっと無重力、俺ちっちゃい時宇宙飛行士になりたかったから無重力体験してみたりとか、あとはバンジージャンプとかスカイダイビングとかやってみたり、世界一周コンテストっていうコンテストに出たのもそうだし、インターンとかも、今まで教育学部ってインターン行く人本当にいないので、長期インターンなんてもはや何それみたいな、そうみんな塾講師か学童大体そうで、いや別にそれが悪いとかじゃないのよ決して。だけどやっぱ教育熱心で、ただ僕はどちらかというと教育を学ぶためには教育から出る必要があるってすごい感じたから、できる限り離れるようなことをしたかったし、そのすき家でバイトしてて、すき家って客層が悪い、僕的には客層があまりよろしくないなって思ってて、なんでこんなになんかひどい扱いを受けるんだろうみたいな。いやもちろん素敵なお客さんもたくさんいるんだけど、なんかちょっと雑だったり、なんか食べ方汚かったりとかしてて、それでなんでだろうって思って僕が浮かんだのは、時間とお金がないからなのかなって。じゃあ逆に言えば時間とお金に余裕がある人はどこに行くんだろう。それで浮かんだのがお花屋さんだったの。だってお花屋さんって時間もお金も相当余裕がないといかないよね。だしさ、心にも余裕がある人、愛がある人が行くじゃん。自分にお花をとかさ、誰かにプレゼントってすごい素敵じゃん。だからお花屋さんで働いたの。で、お花屋さんいいなみたいな、やっぱ違うんだ、全然違ったの、お客さんが本当に好きだとお花屋さんだと。それでやっぱ環境大事だなって思って、ディズニーで働こうって思ったりとか、それもすごいいい経験させてもらえたし、エンターテインメントってこういうものなんだ、人を喜ばせるって思ったり、長期インターン2社やったこともすごいいい経験だったし、講演会とかもたくさんやらせてもらえて、自分の思ってることをいろんな人に、大人に伝えたり、高校生に伝えたり、同世代の大学生に伝えたりとか、なんだろう、でも今思えば刺激に飢えてたのかな。なんか自分が無知ってことに必死になってたりとか、
ちょっとでも何かしないとっていう気持ちがあったのかもしれないね。で今もそれはあるし、満足したら終わりだなって感覚もあるし、でも満足しなかったら永遠に満たされないじゃんっていう気持ちもあるし、2つがせめぎ合ってる。一番感じるのは一貫性がないってことかな。一貫性。なんか人間ってどうしてもすごい人に一貫性を求めちゃうなって思ってて、俺もそうだし、俺も自分自身にも求めているし、他の人にも求めちゃう時が多い。だけどそれこそさ、いろんなことやりてえ、イベント、日本帰ったらイベントも開こうみたいな、友達もいっぱい集めてたくさん会って遊びまくって勉強もしてみたいな、って思ってる時もあれば、いやもうなんか別に何でもいいやんみたいな、生きてきりゃいいんだよ、生きてるだけで丸儲けだよみたいな思う時もあったりとか、とにかくその今を生きてるだけなんだなっていうのをすごい感じてて、人間ってどうしても一貫性を求めちゃう。昨日そう言ったんだから今日もそうだよね、10秒前そうだったんだから10秒後もそうだよねって思っちゃうけど、そうじゃないなっていうのをすごい感じて、自分がそうじゃないなっていうのを気づけたし、人間ってやっぱラベリングしたがる。例えば芸能人とか分かりやすいじゃん。この人はこういうキャラ、決めちゃう。で多分普通に友達に対しても、君は明るい、お前は明るいキャラとか、お前は暗いキャラとか、お前はいつでも陽気なやつとかラベリングを貼っちゃう。だけど多分明るい人も暗い時はあるし、暗い人も家では明るいのかもしれないし、やっぱその人がなんかそうじゃない一面が見えた時に、なんか違うって思うのは多分それが違くて、そう思ってる自分が見えてない側面が見えただけなのかなとか、やっぱり人間一貫性なんてねないよなみたいな、何面も何面も何面もあって今生きてるだけなんだろうなって感じます。確かにそうですね。やっぱ教育に何かしらインパクトを残したい。一時期は世界中に通信制学校を作りたいって思ってたんだけど、正直それさっき述べた風俗王の方と相談して、まだまだ無知だなって思って、もっと考えないとだなって思って、そんなに気軽に言えないんだけど今は。だけど教育学部に進学して、それも多分つながってるんだろうなってすごい思うし、せっかくたくさん勉強したんだしさ、専門分野としてあるわけだし、世界一周もしててさ、ちょっと視野も広まったからさ、なんかいろんな人を見て見過ごせないって言い方は変だけど、上から目線になっちゃうのは嫌いなんだけど、見過ごせない。かわいそうって言葉はすごい嫌いなんだけれど、今を生きるのが必死な人たちにもう少し選択肢を与えたい。もう少しでいいからかな。そう世界をなんかマシにしたいって言い方はすごいさ、そんなの言うならより良くしたいって言った方がかっこいいなって思うんだけど、今の自分の無知さゆえにマシにしたいって言い方になっちゃうかな。なんかもっとちゃんと勉強して、なんか勢いだけの人にはなりたくなくて、しっかり全然勉強足りないなって思ってて、だから院進学もしたいし、もっともっと勉強して自分が教育で何ができるのかっていうのをすごい考えた上で、世界をより良くしたいってはっきり言えるようになりたい。これ今見てもらってる人は、いろいろこれからどういうふうにアクションを起こしていこうか、今夢はあるけど、なかなか破いていけないみたいな、そういう人が見ていると思うんですけど、そういう人に向かって何かメッセージがあれば。まず一つ伝えたいのは、多分見てると誰に対しても結構感じるんですけど、大体の人ってかもうみんな自分が思ってるより大体素敵です。あなたはこれは本当です。別に自信を持てなんてことは言わないですけど、知っといてください。ちょっとネガティブな人もいると思うけど、あなたもあなたが思ってるより絶対に魅力的な人です。これは保証できます。本当に人間って美しいんですよ。本当に美しい。
最後にソメイヨシノの話をしたいと思います。皆さんソメイヨシノって知ってますかね。日本の有名な桜ですよね。そのソメイヨシノを増やそうということで切って枝折って生やしたらまた生えてくるんですよ。たくさん折って生やしてたくさんとにかく生やしたんですよ。で1本のソメイヨシノから世界っていうか日本中のソメイヨシノができたんですよ。桜で一番有名なのって多分ソメイヨシノですよね。そんぐらい超有名じゃないですか。で1本の木からできたソメイヨシノだから DNA が全く一緒なんですよ。完全一致で不思議なことがあって、全く同じ DNA でなんだろうな、同じ公園で同じ日の当たるところで2本のソメイヨシノ全然立ってるなんてことザラじゃないですか。でなのに同じ DNA で同じ環境っすよ。なのに開花の時期ってちょっと異なるんですよ。これをちょっと人間で言い換えると、なんだろう、僕たち人間ってDNA も全く違えばそれこそ環境も全く違うじゃないですか。全然違う、一人一人で。なのに開花の時期が同じわけがないんですよ。絶対に違うんですよ、開花の時期って。だって同じ DNA 同じ環境のソメイヨシノですら違うんですよ。なのに僕たちは例えば入学式みんなランドセル急に背負ったりとかみんな一緒じゃないですか。それって僕なんかすごい不憫だなって思ったんですよ。一緒なわけないのにみんな同時で。だからこそそれこそ最近僕もいろんなことやってると聞かれることがあるんですよ。坂地すごいねとか、なんでそんな頑張れんのとか、すごいよってたくさん言われること嬉しいんですけど、多分僕はちょっと開花の時期が早かっただけであるだけで、多分みんな絶対に開花はするし、あなたのその美しい綺麗な美しくて綺麗で醜くておぞましくて素敵なものをそのままでいてください。ありがとうございます。力になる